なるほど。伝達事項については承知しました。この後アズールにも共有しておきます。まったく、どうして俺がモストロラウンジまで学園長の伝言を伝えに来なきゃならないんだ。申し訳ありません。仕事中にスマートフォンを見ると支配人に叱られてしまうもので。その支配人は何をやってるんだ。あいつに連絡がつけばわざわざ足を運ばずに済んだのに。VIP ルームで商談中です。お相手に失礼がないようスマートフォンの電源を切っているのでしょう。それにしても残念です。どうせなら今日よりも明日ジャミルさんにお越しいただきたかったのですが。明日？何かあるのか？いや、何でもない。今の質問は忘れてくれ。実は明日は僕たちの誕生日なんです。何を言われるかとハラハラしたが、確かに明日はお前たちの誕生日だったな。ここに来たのが今日でよかったよ。お前らの誕生日当日だったらどんな要求をされていたか。要求なんて、ただ一言お祝いのメッセージをいただければ十分です。さて、どうだかな。少なくともお前の兄弟は言葉だけじゃ満足してくれなさそうだ。面倒になる前に何か手を打っておくか。じゃあ俺はそろそろ寮に戻る。アズールへの伝言頼んだぞ。それからいい誕生日を。はい、ありがとうございます。またのご来店をお待ちしております。気をつけてお帰りください。すべてのお客様が退店されましたね。本日も大盛況で何よりです。では皆さん、ラウンジの清掃をお願いします。僕は在庫の確認を。おや、あなたは今日キッチン担当でしたよね。今から片付けのはずなのになぜラウンジに？今日はフロイドもキッチン担当だったはず。怒られても知りま。フロイドは途中で飽きて帰った。では僕がキッチンに向かいましょう。ラウンジの清掃はよろしくお願いしますね。フロイド、あなたが途中で抜けたせいでキッチンは大混乱だったんですよ。おや、バレてしまいましたか。皆さん丁寧にお願いしたら大変キビキビ動いてくださってた。今日はゆっくり趣味の時間を楽しめそうです。急いでシャワーを浴びてこなければ。さて、今晩は何から楽しみましょうか。まずはテラリウムの様子を。ああ、苔の表面が乾いてきていますね。全体的に水をかけないと。霧吹きに精製水を入れて、このぐらいで良さそうですね。苔の表面がしっとりと潤いました。乾燥していた状態とは見た目の印象が大きく変わって苔はいくら見ていても飽きません。これは大切に大切に経過を観察していた石に今朝までは見られなかった緑色の物体が。この色、この形、苔の大辞典の487ページに載っていたものによく似ている。乾燥した状態だと葉が糸のように細くなり、湿った状態だと独特の形状の葉が展開する。希少性の高い苔で分布域や生育に適した環境などは正確には明らかになっていない。ああ、やはり種類はおろか苔かどうかもわからない状態から見守ってきた甲斐がありました。見てくださいフロイド、とても珍しい苔ですよ。
読書中ですか。この感動を分かち合えなくて非常に残念ではありますが、今日は諦めましょう。下手に機嫌を損ねて希少な苔をダメにされてはたまりません。そうだ、こうしてはいられない。写真に収めてノートに記録を取らないと。ああ、机に向かったついでにこれも書いてしまいましょう。学園生活改善。もっとテラリウムを育てやすい環境を整えたいですね。人間にとって快適な環境が植物や苔に適しているとは限らない。日当たりのいい場所を好む植物をそうとは知らずに日陰に置いて枯らしてしまったり、温度や湿度が高すぎて苔の間からキノコを生やしてしまったりしたことも、あの時は本当に最悪でした。外出から戻ってきたらキノコがまき散らした胞子でテラリウムが台無しになってしまって、失敗の原因は明らか。室内の温度や湿度、そして日照時間を調整できなかったことにある。これらの問題を解決するには学年を問わず一人部屋を確約、せめて部屋を隙間なく区切れるようにしていただきたい。以前購入した大型の加湿器はジメジメして最悪とフロイドに壊されてしまいましたから、独立した空間さえ確保できたら加湿器や暖房設備を導入したり、最高用の窓を増やしたりも。オクタビネル寮は海中にあるので塩分への対策も慎重にならなくては。塩害対策に優れた塗装を希望と。いや、いっそ寮全体により強固な魔法を施してもらって。アンケートの回答欄が狭すぎる。裏面にまでびっしり書き込むことになってしまいました。環境を整えて苔を繁殖させられたら巻き苔をしてもっと数を増やせるはず。夢が広がります。今朝も目覚ましが鳴る前に起きてしまいました。フロイドはまだまだ起きないでしょうし、今のうちに身支度を済ませましょう。水をつけても変化なし。今日の寝癖は手強そうだ。ヘアセットを後回しにしてとりあえずメイクを終わらせてしまいましょう。何より大切なのは日焼け対策。日焼け止めはムラなく念入りに。耳にも丁寧に塗らないと。あとはアイメイク、それに同じく日焼け止め効果のあるリップを塗って、さて問題のヘアセット。ヘアアイロンの電源を入れて、耳横の毛束を手に取って毛先に向かってカールを描くように手を動かす。まっすぐになってしまった。しっかり毛先を内側に巻き込んだつもりでしたが、角度が甘かったのでしょうか。もう一回。今度はカールがつきすぎて髪がぐるんぐるんになってしまった。今朝もなかなか手強い相手だ。面白い。とことんお相手しましょう。しっかりとした J を作るのは実に難しく、実にやりがいのある作業ですから。ヘアセットの後はこちらもいつもの。よし、今日も完璧です。どこを見てもシワ一つない。やはりシャツのアイロンは朝かけるに限ります。アイロンで服のシワを一つ一つ丁寧に伸ばしていると自分の気持ちまで引き締まりますしね。あとはハンカチにもアイロンを。ハンカチは黒、それも無地。紳士のたしなみです。さて、まだ朝は早い。一人で談話室にてモーニングティーを楽しむことにしましょう。今日はいただき物の珍しい茶葉がいいかもしれませんね。せっかくの僕の誕生日ですから。
ジャミルさん、おはようございます。こんなところで会うとは奇遇ですね。奇遇も何も、登校時間に2年の教室に向かっているんだから顔を合わせもするだろう。なんだその顔は。分かってるよ。誕生日おめでとう。こう言ってほしかったんだろ。ありがとうございます。おかげさまで今日もいい一日になりそうです。テラリウムの観察に山を愛する会の活動。明日もやることが山積みです。驚きと喜びのある誕生日になるといいのですが、さあ身支度をして出かけましょう。誕生日はいつもと違うヘアセットをなんて少々はしゃぎすぎでしょうか。